辛くても声に出せないあなたへ。周りの人をがっかりさせないように大丈夫なふりをした。弱い姿を見せたくなくて大丈夫なふりをした。一人ぼっちになりそうで大丈夫なふりをした。悲しみを受け入れたくなくて大丈夫なふりをした。倒れてしまったらもう二度と立ち上がれないような気がして心の痛みに気づかないふりをした。心の拠り所がない人はよく大丈夫なふりをする。自分が倒れても抱き起こしてくれる人なんていないと思うから。辛くても辛くないかのように、悲しくても悲しくないかのように、大変でも大変じゃないかのように、そして自分で自分を苦しめる。考えすぎるのをやめられず、他の人々に至らない姿を見せないように頑張り続ける。一見辛いことなどなさそうに見えて、何だってうまくやり遂げられそうに、大丈夫そうに見えるのに、心は大丈夫ではないことが多い。一生懸命頑張っているのに、いくら必死に生きても幸せを感じられないとき、私たちは不安になる。どこを目指して生きればいいのかわからなくなってしまうから。あなたがあらゆる瞬間を本当はひどく傷ついているにもかかわらず、何でもないようなふりをして生きてきたとしたら、きっとすごく辛かったことだろう。この本に収められた話が、人知れず苦しんでいたあなたの心に寄り添って、不安な気持ちを癒すことを願う。今はまだ遠くにある未来のことを心配しすぎないで。大丈夫。雨はいずれ止む。明日になれば待ち望んでいた花が咲くだろう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをしたという本をご紹介します。著者は韓国のクルベウさん。事業に失敗した自分を励ますために SNS に投稿していた癒しの言葉が多くの共感を集め作家デビューし、韓国の SNS 作家として一番人気との呼び声も高いんです。頑張りすぎて少し疲れてしまった方、ちょっとしたことで不安になってしまう方、自分だけが取り残されているように感じている方に向けた自分らしく豊かに生きるためのメソッドが詰まった本書は韓国でもベストセラーになりました。本書を読んでいると、いろいろな立場、経験、考え方を持つ方々から生きるために大切なアドバイスや気づきを教えてもらっているオムニバスのドラマを見ている感覚になるんです。心を癒し、気づきを与えてくれるたくさんのエッセイの中から本動画ではいくつかをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。人生に訪れる3度のチャンス。タクシーに乗った時、運転手からこんな話を聞いた。生きていれば誰にでも3度のチャンスが訪れる。でもほとんどの人々は、そのチャンスがジャンボ宝くじに当選するとか、特別な幸運に出会うとか、特別な人が自分に会いに来ることだと考えている。でも、それはチャンスじゃない。すでに完成された幸運だ。実際、人生においてそんな幸運は、たった一度巡ってくるか来ないかだ。人生に訪れる3度のチャンスはこういうものだ。一つ目は、まるで反りが合わない人や、全く自分に合っていない仕事を手放すチャンス。この機会を逃してはならない。これを逃したら、間違ったことにとらわれ続けて人生を無駄にしてしまう。あまりにも自分に合わないことを続けていると、経験だとみなすことすらできなくなる。心が傷だらけになって、新しいことに挑戦するために必要な勇気を失ってしまうからだ。二つ目は、自分を心から愛してくれる人をもっと大切にしながら共に生きていくチャンス。人は本当に奇妙だ。いくら好きでも時が過ぎれば慣れてしまう。それが大きな問題だ。慣れのせいで感謝の気持ちと相手を大切に思う気持ちが消える。そして、この世に二つとない相手の思いやりがどうでもいいもののように感じられる。その状態が続くと、いろいろなことが気に食わなくなって、相手に憎しみを感じ、愛が冷めていく。その結果、大切な人を失って、一人になってから後悔の念に苛まれたり、この先の人生において、二度とそんな相手に出会えなくなったりするかもしれない。もし今、家族や友達、恋人など、あなたを心から心配して、あなたを心から愛してくれて、
あなたを心から大切に思い、あなたと一緒に過ごしたいという人がいるなら、あなたにはその気持ちを大切にして、かけがえのない人を守るチャンスがあるんだ。三つ目は、年がいくつであろうと、今どんな状況に置かれていようと、誰にでも必ずある得意分野を見つけるチャンス。私は会社に勤めながら様々な人を見てきた。それぞれに好みがあって気質も違うが、誰にでもうまくやれることが存在する。仕事を辞めてそれを探せと言っているわけじゃない。もちろん自分が望むならそうしてもいいけれど、大切なのは好きなことを見つけるのを諦めない姿勢だ。誰の人生にも好きなことを探すチャンスがある。そのチャンスを捨ててはならない。好きなことは大抵時間が経つにつれて得意なことになっていく。そして最後にもう一つ付け加えるとしたら、自分を愛するチャンスだ。生きていればどんな慰めの言葉も耳に入らず、二度と立ち上がれそうにない困難が訪れることもある。積み上げた砂の城を波がさらっていくように、一瞬にして心が崩れることもある。その時にできるのは自分をもっと愛することだ。あなたには自分を愛するチャンスがあるということを忘れないでほしい。自分をもっと理解して、自分をもっと寛大になり、生きる速度が速すぎるときは立ち止まって、自分のためになることとは何なのか真剣に考えてみるといい。話を聞いているうちに、いつの間にか目的地に到着していた。降りるために私が荷物をまとめていると運転手は言った。美しく咲く人よ。日々の小さな出来事に失望せずに、今日も明日も幸せに過ごせますように。寂しさは人を無彩色にする。何をしても特に楽しいと思えない。新しいことに挑戦するのが億劫で、今の日常も気に入らない。体と心が辛くて大変だというよりは、重いという感じに近い。何をしたいか、何をすべきなのかがわからない。寂しさは予告なしにやってくる。順調に過ごしていた日々に突然、あるいは大切な人との別れによって、新しくて有意義なことをしてみたいけれど、それが何なのかがわからない時にも。寂しさは人を無彩色にする。美味しいものを食べても味がわからなくなり、これといって食べたいものも思い浮かばない。好きなことをしても楽しく素敵な感情が起こらなくなる。感情が無彩色に変わってしまうと、幸せそうに暮らしている人を見たとき、彼らとは違う自分が一層孤独に感じられる。寂しいからといって、無理にあれこれ新しいことを始めて、孤独を忘れようとしてはいけない。ほんの少しの間は気が紛れるかもしれないけれど、再び寂しさに襲われて、体と心が疲れてしまうだけだ。寂しいのは、あなたが一人でとても遠くまで来たからだ。一人でひたすら仕事を一生懸命にこなそうとして、一人で何らかの成果を出そうとして、自分と合わない人々から遠く離れようとして、生きていればそんな日が訪れることもある。寂しさを感じざるを得ない日々が。そんな時は、ゆっくり、ゆっくり、通い慣れた場所、慣れ親しんだ人、馴染みのある何かのもとに戻ってみることをお勧めする。慣れた場所で無理をせずに過ごせば、寂しさから抜け出して、安らかな気分を感じることができるだろう。愛とは、確信を与え合うこと。男は、ある女を心から愛していた。女は、その男のことを好きではなかった。男の外見も好みではなかったし、これといった特別な長所があるわけでもなかった。男は女に辛いことがあるたびに、いつもそばで話を聞いてやった。そして5年の時が流れ、二人は結婚することになった。女に聞いた。なぜ彼を選んだのか。するとこう言った。5年間ずっと辛い時にそばにいてくれたら、誰でもこう思うんじゃないでしょうか。私は本当に愛されているんだな。この先、ここまで私を愛してくれる人に出会うのは難しいだろうなって。ある瞬間から彼は私にとって一番大切な人になったんです。恋をして時間が経てば、どんな女性もこう感じると思います。自分の人生をかけたい男性は、私を心から愛してくれる人だと。恋愛中であっても、交際期間の長さに関わらず、相手が自分を本当に愛しているのかどうか実感できない時があります。私が話した内容をしょっちゅう忘れたり、
具合が悪いと言っても本気で心配してくれなかったり、私が好きなものすら覚えていなかったりするとき、こういうことが続くと女性はこんな気持ちになるんです。私を愛してるって言ったのに、どうして私は愛されている感じがしないんだろう。私がいけないのかな。おかしいですよね。確かに愛していると言われたのに、全く愛されていると感じられないなんて。判断する基準は、体調が悪い時に気遣ってくれるか、私の好きなことを尊重してくれるか、私が話すことをいつも軽く考えていないか、私に変わらない関心を持ち続けてくれているか、など。私を本当に愛しているのかな。そんな疑問が愛されているという確信に変わる人がいる一方、疑問を抱いたまま交際を続けて、結局は別れることになる人もいると思います。相手がどんな人なのかは時間をかけて見極めるべきですが、この人は私にとって疑問を確信に変えてくれた最初で最後の人です。それで私はこの人にこれからの人生をかけても良さそうだと思ったんです。男にも聞いた。彼女のどこを好きになったのか。外見に惹かれて深い考えを持っているから、心が美しいから。すると男は言った。すべてを好きになったんです。靴紐を結べないところ、ダメなところも全部ひっくるめて好きになりました。それで思ったんです。いいところだけじゃなくて、ダメなところまでよく見えるなら、これはどう考えても愛だ。僕は本当にこの人を愛してるんだなって。自分のために勇気を出したんです。僕の人生の愛のために。幸運なことに、真心が通じて、僕たちはこうして一緒になりました。愛とは何なのか考えてみた。愛はお互いに確信を与え合うこと。雨が降っても、雪が降っても、風が吹いても、暑さが訪れても、お互いに変わらない心。それを私たちは愛と呼ぶ。私たちの幸せは自由にある。私は氷水が好きという人でも、とても寒い冬がやってきて体が冷えれば氷水を飲まなくなる。歩くのが嫌いという人も、自分の胸を弾ませる恋人と美しい道を歩くときは歩くことが苦痛ではなく幸せになる。私たちは何をしたから幸せになるのではなく、状況に合わせて自分の望みが叶えられたときに幸せを感じる。それを一言で表現するとしたら、自由だ。私たちは自由なときに幸せを感じる。逆に自由でいられないときは不幸だとたびたび考えるようになる。働きたくないのに働き続けなければならないとき、食べたいものがあるのに食べられないときも自由が奪われたように思えて不幸だと感じる。しかし自分の求める自由があれば、他人の目には大変そうに見えたとしても本人は幸せだ。極寒の中でずっと登りたいと思っていた高山に登る人、自分の意志でとても遠くにいる恋人に会いに行く人。幸いなことに、自由な人生とは誰かに授けられるものではなく、生きていく中で自分が選択できるものである。誰でも自由に生きる権利を持っているのだ。しかし、自由に生きることを阻む思考がある。私はみんなと同じじゃないといけない。他の人々に遅れを取ったり、違うことをしてはいけない。そうしないと間違った人生になってしまう。こんな風に考えていては、自分らしく自由に生きることはできない。過去の誰かのせいで、あるいは過去の出来事のせいで私は不幸だ。こんな考えもまた、あなたの現在から自由を奪う。過去にとらわれていると、現在を自由に生きることができず、何一つまともにできなくなってしまう。私は何をやってもダメ。もう遅い。私にできるわけがない。と、自分で自分の限界を決めてしまう思考の癖も、あなたの自由を阻む。それは、広大な土地にとても小さな円を描き、そこから出てはいけないと自分に言い聞かせて、その中だけで生きていくようなものだ。あなたの自由は誰かに授けられるものではなく、誰かの許可によって発生するわけでもない。今の選択によって決まる。何もかも自分の望み通りにはならないとしても、ずっと自由がなくて不幸だという気がしているのなら、今までもどかしさに苦しんできたのだとしたら、今こそこれまで選べなかった自由を選択すればいい。どう進めばいいのか、人生の方向性がわからなくなったら、
自由に向かって進んでみよう。生き方、幸福、感情、愛、仕事、人間関係など多岐にわたって気づきを得られる内容になっています。普通に暮らしている中でもほんの少しブルーになったり、気持ちがもやもやとしたり、頭の中が絡まり始める時ってありますよね。そんな時の癒しとしてぴったりな本だと思います。それぞれの内容は短くまとめられているので、ちょっとした隙間時間や朝のひとときに読んでもいいかもしれません。読むと乱れていた心が整理されると思います。優しい言葉が背中を押してくれる本ですので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。